今回は一番ヘッドの鼻を削ってきます。今回鼻を削るという目的に、リスナーさんから鼻がバランスよく削れないっていう相談があったので、バランスよく削るにはどうするかっていうことを週として説明していくんですけども、バランスよくっていうのは、一方を削りすぎないっていうことが一番かなと思うんですが、ナイフでやると意外とですね、このバランスを取るっていうのが難しいので、私はほとんどやらないんですけど、不備片を取るんでしたら、ナイフでやってもいいかなと思います。で、私はよくやるのはこのルーターを使って、ビットアルゴファイルさんのジルコエボラウンドのスーパーミディアム、これを使っていくんですけども、これを中速ぐらいの速度で軽く削っていくと、削れつつかつ表面が波打たないような削り方ができるので、これでですね、少しずつ削っていくのが一番ですね、失敗しないやり方なんじゃないかなと思います。このジルコエはですね、本当すごく良くて、ヤスリの代わりにも使えるので、ちょっと高いんですけど、1個は持っておいても損はないかなと思います。こういう表面の粗いヤスリがけ、240番の代わりになったりとか、こういったナイフのこの代わりとか、ほんとするので、ぜひおすすめです。で、これでちょっと削ってきますね。ジルコエボのちょっとデメリットというか、あんまり、じゃあ、絶対買おうよって言えないところは、あんまり削れないんですね。ほんとちょっとずつしか削れないので、時間がかかるっていうところはあります。ミディアムの粗さだともう少し削れるかもしれないんですが、多分ね、そんなに変わんないんじゃないかなと思います。ジルコエボの時はもう本当にね、高速では使わない。高速で力を入れて当てると、よく削った時にある波打っちゃうっていうのはやっぱり出ちゃうんですよ。軽くすぎるとあんまり削れないので、削りカスがですね、飛ぶぐらい。で、左右のバランスはもう見ながらやるしかないんですよね。影が左と右と均等に影が出るようにやった方がいいですね。で、片方が強いと、影を見比べたときに、やっぱり左右のバランスが分かりにくいので、私は細長い、上にね、蛍光灯がついてるんですけど、蛍光灯じゃないな、LED ランプですね。それがついてるんですけど、そういうような、環境を作った方がいいと思います。あとはこうやって、もうほんと少しずつ削っていく感じです。ルーターって、この回転方向が一方向しかないんで、この削り方がですね、ちょっと変わっちゃうんですね。こっち側は上に削るような感じなんですけど、こっちは下に削るような感じになるので、それでバランスが合わないっていうのももしかするとあるかもしれないです。そういう場合は、もう少し高級なリューターで、正の回転と逆回転のルーターがありますし、結構安いネイル用のとかだと、正逆の回転ができるものがありますんで、そういうのを使うといいかもしれないですね。鼻を削るときなんですけども、ここから辺からなだらかになってるんで、鼻をちっちゃくするときはこのなだらかなところもですね、結構削らなければいけないので、範囲的には結構広い範囲を削ることになります。ここら辺からですね、削っていく感じです。で、自信ある方はもうナイフでバランス合わせてカットしていってもいいと思います。私はね、ナイフで切った後のこの段差が嫌いなんで、あんまりナイフは使いたくないんですよ。段差っていうか、角張りっていうんですか？あれ埋めるのがすごく大変なんで、で、こんな感じで左右同じように当てていけば、基本的には左右のバランスが合うはずなんですよね、理論的には。
で、リスナーさんからの質問で少しやりづらいなというのは、どんな感じでずれてるのかっていう、現物の写真がないっていうのが、私が説明したときに、リスナーさんの本当の失敗のやり方と、私がご提示している解決方法がマッチしてるかっていうのが心配なんですよね。なので、質問いただいて、さらに動画とかっていう場合は、X の DM に画像を送ってもらえると、すごくですね、助かるというか、明確な解決方法を提示できますので、今後ですね、そういうご質問、したいなっていう方がいらっしゃったら、X の方に画像付きで送ってもらえると助かります。ほんと少しずつやっていきます。で、こういうところもですね、なだらかにしていきますので、全体的にも低くする感じ。で、バランス見るときは、この頂点を先にいじっちゃうと、低くしたときに頂点をまた作り直さなければいけないとかっていうのが出てくるんで、なるべく頂点はあんまりいじんない方がいいかもしれないですね。あとはその頂点が少し上目とか下目とかっていうのがもうすでに分かっているのであれば、それで合わせていくっていうのもあると思います。多分、デザインシートにね、書いてみると一番わかりやすいと思いますね。どんなイメージで作りたいか。そうするとこの鼻のてっぺんから下にしたいのか、上にしたいのかとか、そういったところが明確になると思いますので、結構ね、どういう感じでやりたいかっていうのはアドリブでやってると、失敗というよりかは、結果削った時に、あんまりなんか理想と違うよねっていうことはありますんで、でも計算していけばね、大体のところっていうのが、目処がついてくるんですけど、さくらちゃんの場合はアイホールのここの部分、下まぶたはまっすぐなんで、削るか盛るかどっちかするんですけど、結構そのぐらいまで鼻のてっぺんを削ってもいいかなと思うんですが、今回口を開けてしまったので、ここの間ですね。間があんまり間延びすぎると、ちょっと間抜けになっちゃうんで、そこも注意しながら鼻のてっぺんの位置ですね。多分このぐらいだったら大丈夫かなと思うんですが、陣中でしたっけこの間ね。いつ忘れちゃうんですけど。かなり初期の状態よりかは、鼻は低くなるというか、ちょっとね、狭まってちっちゃくなってきてるんじゃないかなと思います。で、ペンサンダーを持ってる人は、こう、削る面が曲がってるアーバーとかアタッチメントを使うと、こういうところですね、ガリガリガリって削りながら形を整えていけると思うので、そういうやり方でもいいかもしれないですね。ただ、細かいところはね、できないので、やっぱりルーターでこう少しずつ削っていくのが失敗のないやり方。ディーラーさんはこれやってると時間効率悪いので、ナイフでガリガリ削って形を整えていくっていうやり方になるんじゃないかなと思います。こういう時よーく見る感じですね。
で、ヘッドの特徴なんですけど、こっちの面とこっちの面が、高さが一番ヘッドかなり違うんですね。ここの口をカットした時に、少しここのほっぺた削ってるんで、あんまり差がないかもしれないんですけども、かなりこのぼっこりしてるんですよ。で、そういうことを意識してないと、真正面からこう見て削ってバランスいいなと思っても、角度を変えると、その、ヘッドのこの形の違いでバランス悪く見えるからなっていうのもあると思うので、この一番ヘッドに限らず、ヘッドをですね、よーく見るんですね。こういう角度で見たり、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 こういう角度で見たり。そうすると、絶対ね、バランスが悪いので、そのバランスを意識しながら、こう、なんていうんですか、造形、削ってったり、加工していくっていうのが必要ですね。予想なんですけども、上手いディーラーさんなんかは、もしかすると、そういう差を全部吸収して、メイク出してるかもしれないですね。なんでかっていうと、このアイホールの大きさもね、違うんですよ。だから、そのままですと、バランスの悪いって言ったらちょっと失礼なんですけど、バランスの合わない、メイクには必ずなるので、そうなってないディーラーさんのヘッドは、もしかすると、加工をちゃんとしているのかもしれないです。で、それはちょっとね、確認したわけじゃないんで、私の想像なんですけど、こういう感じで、高さをですね、全体的に低くしていきますね。でこの鼻のこの筋は最後にやります。なんでかっていうと、失敗すると盛らないといけない。ここら辺はね、ある程度失敗してもね、大丈夫なんですよ。で、もう一つ失敗の要素としては、側尾のこういう削りって、ちょっと削っただけでもかなりバランスっていうのが変わるんですね。ちょっと削ったら見る、ちょっと削ったら見るっていうことをやればいいんですけども、意外とですね、これ結構削っていいなと思って、ゴリ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 やった後にこうやって見ると、なんか削りすぎちゃったとかっていうのがある場合があるんですね。これはメイク界でもね、よくあることなんですけども、こういうふうな目的を持ってっていう感じでやられてる方は、意外とね、そんなに大きな失敗はないんですけども、漠然と口を開けてみようっていうと、どこまで開けてればいいのかっていう最終目標が、あやふやなので、自分でね、開けすぎたかどうかっていう判断が、やっぱりね、難しい場合があるんですね。なので、そういう鼻を削るとか、なんかやるっていうのは、キャラドでも何でもいいと思うんですけども、どうしたいかっていうのはね、具体的な目標を持っておくと、失敗もしづらいかなと思います。失敗しないわけじゃないんですけど、その判断基準、こうやってやったときに、上すぎるとか下すぎるとか、高すぎるとか低くすぎるとか、そういったことが判断できるかなと思うので、結構ね、鼻の周りがすっきりしてきたんじゃないかなと。ちょっとね、高いので、少しずつ高さを低くしていこうと思います。これも同じようにジルクオイバーを軽くですね、当てます。ほんとね、電熱ペンとかと同じで撫でるように、表面を撫でる感じ。ぐーっと押さない。全く押してないです。でね、回転の方向がね、違うのでね、どちらかというと、こっちはなだらかなんですけど、こっちはね、こう回転してるんで、結構削れちゃうので、鼻がですね、こっちの方がちょっとね、
くぼんでるんじゃないかなと思います。こっちに比べると。なので私はね、こういう花の時は同じ回転方向でやった方が、バランスよく削れるかなと思って、ネイル用の正逆回転のついてるやつを買ったんですけど、ちょっとあまりにも安すぎて、この振動がすごいんですね。で、10分ぐらいやると、手が、正座したみたいにジーンと痺れちゃうんで、今はあんまり使ってないですね。やっぱりこっちの方がね、角度がきついですよね。こう回転してるんで、ルーター使ってるかどうかわかんないんですけど、リスナーさんが左右バランス合わないっていうのは、このルーターを使ってるとしたら、これが原因なんじゃないかなとは思います。同じ分量を削ってても、削れ方によって、ちょっとね、違うんですよね。で、ここら辺もちょっと違いますよね。こっちはね、もうここら辺のないんですけど、こっちはね、まだ残ってる。削った面を見てもらうと分かる通り、ほとんど波打ってないので、その後のヤスリの処理がすごい楽なんですね。普通ルーターですと結構ね、波打っちゃって、その波打ったのをまたなだらかにしなければいけなくて、それがね、意外と大変なんですけど、これ、ジルコイルのこの径が太いので、波打ちにくいっていうのもありますし、あと、熱を持ちにくいんですね。だから、こう熱で溶けたりすることも、まあ、ないってわけじゃないんですが、少ないっていうのが結構特徴なんで、あと、ヤスリですと、400番の紙ヤスでもね、結構これを削るのに、240番か、使うので、もったいないんですよね。私はね、究極のケチなんで、あんまり消耗品というんですか、は使わないでやってった方が、まあ自分のストレスも少ないので、いいかなと。でこれ、ルーターのビット1320円、税込みで1320円なんで、税抜きだと1200円なんですけど、紙安ですと、まあ、2セットぐらい、2袋買えばね、これ買えますんで、で、ずっと今、何年ぐらいでしょう。2年ぐらい使っても、削れなくなることもなく。もうちょっと、まあ、高さを変えてないんで、なんかね、ちょっとね、団子っ鼻というか、鼻が、先っぽがとんがってる感じになっちゃってるんで、もう少しね、低くしてみます。
実際のアニメキャラだともっとね鼻のラインが全然ないので、ちょっとそれ頑張ってみましょうか。これ鼻のラインが結構見えますよね。多分この鼻のラインがないってわけじゃなくて、視覚的に見えてないだけの、キャラっていうんですか、横から見れたらちょっとこの鼻筋っていうのはあるとは思うので、このね鼻筋がこう影で光とかでちょっと見えないようになだらかにします。なのでここら辺を重点的に削る感じですね。
で鼻はありますよね。でもここの凹凸感をなくせば、表面上はパッと見は鼻がないように見えるかなと。これ以上やると後悔しそうな気がするんでやめて、これ800番か。800番だとね、ちょっと削れなさすぎるんで、ほとんどですね、凸凹とかないので、表面を鳴らす感じですね。ここら辺がちょっと凹凸というか、削った感が残ってるんで、そういう削った感を残っていれば、400番ぐらいで粗く削って OK でいいかなと思います。これ汚いな。早いんですけど、もうやることないのでまとめですね。今回結構バランスよく削れてると思うんですけども、これこうやった時にちょっとだけこっちが膨らんでると思いませんか？これですね、削ってるのでこのぐらいの膨らみで済んでるんですけど、標準だともうね、あからさまにこっちの方が全然膨らんでるんで、こっちをね思いっきり削ってます。ここら辺を。でその上で鼻を削ってるんで、多分ねバランスよく見えると思います。リスナーさんがどういう状況かわかんないっていうのも削れてるところでお話ししたんですけども、ここが問題なのか、そもそも削り方の問題なのか、ここら辺がねちょっとわからないので、一応2つの要素、こっちを削って、さらに削り方、このルーターの回転の方向ですね、これによって削れ方が違うので、同じように削ってるつもりでもこっちの方がどちらかというと鋭利、とんがっちゃう傾向にあるかなと思います。そこの点だけ注意すれば多分ね鼻は綺麗に削れると思いますので、それでもうまくいかないっていうことであれば、もうほんと DM に写真を送って、どんな感じかっていうのを教えてください。では次はですね、アイホールを持ってさくなちゃんの顔に仕上げていこうと思いますので、またお楽しみにお待ちいただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。